どうもベルです。今回は、ドゥームステイの無課金美課金の方向けの並走攻略をやっていこうかなと思います。このドゥームステイ、ヒーロー育成だったり、研究、最近で言うと、乗り物だったりと、いろんなバフ上げ要素があると思うんですけども、なんやかんや言っても、一番重要なのって並走なんですよ。研究やヒーローも、もちろん大変ではあるんですけど、研究やヒーローで、あんまりもう差はつかなくなってて、今、どこで大きく差がつくかといったとき、乗り物と並走なんですよ。で、その二つを見ていったとき、乗り物って、どうしても今、強化するのには課金が必要で、工夫次第でどうにかなるかと言われると、これはかなり難しいんですよね。ただ、並走は、課金ももちろん大きいんですけど、育て方次第で同じくらいの課金であっても、全然強さが異なって、効率よく、育てていくことで、ライバルに大きく、差をつけていくことが、できるようになると思いますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。では、早速、やっていこうと思うんですけども、まず大前提として、並走には、歩兵用の並走、騎兵用の並走、射撃用の並走、リーダー用の並走、そして収集用の並走の5種類あると思うんですけども、力を入れて育てるべきなのは、歩兵用の並走、射撃用の並走、そして騎兵用の並走の3種類のみです。そして、収集用の並走については、余ったアラカルトボックスなどで育てていく。この形がおすすめです。本当リーダー用の並走って育てなくて OK なんですよ。で、これなぜかというと、野戦時の部隊構成を考えていただきたいんですけど、今、野戦部隊って、ほぼ単種オンリーなんですよね。具体的には、歩兵単種か、騎兵単種か、射撃単種。それで部隊組んでいくので、複数陛下のミックス構成を組んでも、強い構成って正直ないんですよね。で、なおかつ、兵装についても、部隊系のバフを揃えなきゃいけないので、それってもう、めちゃめちゃに大変で。今、リーダー用の兵装を育てるべき人って、もう何千万も課金してる世界のトップランカーくらいの人で、その人の使用用途も、シェルターの中トンくらいなんですよね。なので、育てなくて OK です。で、また、収集用の兵装については、あくまで余った素材で育てていくべきなので、これらについては、後ほどお話しさせていただこうかなと、思います。なので、まずは、歩兵用、射撃用、騎兵用、これらの兵装をどのように育てていくべきかについて、お話しさせていただこうと思うんですけど、野戦の5部隊を最終的な目標にするとしても、これ、まずは、歩兵用、騎兵用、射撃用、各ワンセットをまず作るのを目標としていきましょ
最初から5部隊を前提として作っていきたい方の気持ちもわかるんですけど、5部隊すべてを60%の力で作るより、3部隊を100%の力で作って、残り2部隊はもう0%の力でやっていった方が全然強くなれるんですよね。集団戦であっても、5部隊全部出しても、どんどん損耗が増えてしまって、結果的に長く戦えないということが起こりやすいんですよ。それよりも、全力の3部隊で長く戦った方が、戦いも楽しめて、チームにも貢献できるので、まずは3部隊を完成させていくのが良いのかなと思います。また、その中でも、自身が一番特化したい兵科、その兵科の兵装を、特に力を入れてやっていきましょう。で、また、その中で、どの兵科を特化させるか決める際に、一番ベターでおすすめなのは歩兵です。よく私の動画を、ご覧いただいている方は、繰り返しになって、申し訳ないんですけど、このゲームにおいて、最も兵士自体の強さが強いのは歩兵です。耐久力がもうずば抜けすぎてるので、使いやすいんですよね。そして、アダット宮本という、火力と移動速度に特化したヒーローもいるので、野戦での活躍はもちろん、移動速度特化部隊としても使えるんですよね。諸島やジェネシスで、一部隊だけでポイント稼ぎをしに行くときも、アダット宮本の歩兵部隊ってめっちゃ使えるので。なので、特にこだわりがない方は、まず歩兵を特化させていくのが良いのかなと思います。また、騎兵や射撃についてなんですけども、まず騎兵は、最も移動速度が高いのが魅力ですね。移動速度特化部隊として、諸島やジェネシスで、ポイント稼ぎが、しやすかったり、集団戦でも、押し引きが上手い人が使うと、効率よく、キルを取ることができるのが魅力ですね。そして、射撃は、移動速度は全然ないので、移動速度特化部隊としての活躍は難しいんですけど、ラリーではもうズバ抜けた性能を持っていて、あとは範囲攻撃を活かして、自身や味方のシェルターの近くに来た、敵を殲滅する一撃脱戦術を、する場合には、もう本当に大活躍なんですよね。なので、将来的にラリーを打ちたい方や、一撃離脱戦術を使いこなしたい方におすすめできるのかなと思います。そして、特化させる兵科が決まったら、具体的に、どのような形で育てていくべきかというところを見ていこうと思うんですけど、まず、大前提として、青以下の兵装は必要ありません。育てるべきなのは、紫以上の兵装です。また、紫以上の兵装といっても、紫と、オレンジの、レジェンド。そのオレンジの中でも、
基本属性が2つのレジェンド。そして、基本属性が3つついてくる上位レジェンド。この2つで分けられるので、実質的に、3段階ですね。そして、部位により異なるんですけど、紫の星5が、だいたい、回のレジェンドの星2の強さ。そして、回のレジェンドの星5が、上位のレジェンド星3の強さです。なのでこれ、無理にグレードの高いものを育成すべきわけというのではなくて、ちゃんと自分の育成できる範囲の中で、最も強くなるものを育てるべきなんですよね。なので、無課金の方は、紫の兵装をメインで育てて、部位によって育てていけそうなところがあったら、そこをレジェンドに切り替えていく。美課金の方は、半分レジェンド。半分紫みたいな感じを、まず目標にしていただいて、その後、どんどんレジェンドの数を増やしていったり、場合によっては、そのレジェンドを上位レジェンドに切り替えていく。そのように育てていただくのが良いのかなと思います。ただ、同じ部位のレジェンドであっても、基本属性効果が違うものであったり、もう、これ、どっちの方が強いのかという、ところや、下位のレジェンドから上位のレジェンドに切り替えたときに、どれくらい強くなるのかというのも、全然部位によって異なるんですよね。なので、実際に並走を見ていきながら、同じ下位レジェンドなら、どっちがおすすめなのか。ここは最終的に上位に切り替えていくのがおすすめなのか、全然下位で留めて問題ないのか。これらについて、見ていこうかなと思います。ではまず、ヘッドギアについてなんですけど、下位のレジェンドと、紫に、ついている、共通項目として、兵装の防御力ですね。そして、2個目の基本属性として、その陛下の、防御力、その陛下の通常の防御か、非カウンターダメージ。これらの比較になるんですけど、もう圧倒的に通常の防御がついてる方ですね。非カウンターダメージより圧倒的に防御の方が大事なので。そして、上位にした時なんですけど、先ほどの防御の方に加えて、非カウンター、非ダメ、非ダメージ減少。失礼しました。非ダメージ減少効果が追加されます。これ結構大きいですね。もう特に歩兵だったら、最終的には、一軍部隊は、なるべく、上位にしたいところなのかなと思います。では次に、武器なんですけど、カイレジェと、紫についてる基本属性の共通項目としては、兵装の攻撃力ですね。そして、2個目の属性が、通常の攻撃力か、基本攻撃ダメージアップ。こちらの比較に、なるんですけど、これは、通常の攻撃力一択です。このゲーム、8割以上は、スキルダメージで、
全体に占めるダメージの割合のうち、8割以上はスキルダメージで、基本攻撃ダメージを上げても、そこまで影響は大きくないので。そして、上位にした時の効果なんですけど、これ、めちゃめちゃ大きくて、先ほどの攻撃の型にスキルダメージアップがつきますね。本当にこれ、めちゃめちゃでかくて、上位にした時の恩恵が一番でかいのは、間違いなくメイン武器です。火力を出す部隊には、なるべく、この上位レジェンドを最終的には配備したいところなのかなと思います。そして、次に、ブーツなんですけども、共通項目が、基本攻撃ダメージで、異なる部分については、ちょっと射撃の方ならあるかな。こちらですね。攻撃力か防御力。こちら2つの比較になるんですけど、正直、攻撃と防御って、そこまで大きな価値の差はないので、ある程度、お好みで良いとは思うんですけど、迷ったら、攻撃で良いのかなと思います。で、そして、上位にした時の、効果なんですけど、こちらは、先ほどの攻撃の型に加えて、非カウンターダメージがつきますね。ただ、これはいりません。あくまで、カウンターダメージがメインのダメージソースになるときって、相手のラリー部隊とかを、短期で攻撃しているときくらいで、通常の野戦とかラリーでは、そこまで影響ないので。ここは、もう買い入れせか、紫で良いのかなと思います。そして次に、直帰なんですけど、こちらは、共通項目が並走の防御力で、2個目のスキルが防御力か、非基本攻撃ダメージですね。で、そしてこれについても、もう一択で防御力です。基本攻撃から受けるダメージっていうのは、全体のダメージからすると、全然大きくないので、防御力で良いのかなと思います。そして、上位にした時の効果なんですけど、こちらは、先ほどの防御力の方から、部隊 HP に、これあれですね。全くもう新しい感じになりますね。並走の防御力に、部隊 HP。そして、非スキルダメージになるので、これ、めちゃめちゃ優秀ですね。武器と同じくらい重要です。集団戦なんかだと、相手からターゲットされてない時でも、相手の範囲攻撃に巻き込まれちゃって、削られちゃうとか、結構あると思うんですけど、この非スキルダメージ減少の効果で、それもカットしていくことができますし、当然、狙われた時のダメージっていうのも、めちゃめちゃ落としていくことができるので、もう非常に優秀なのかなと思います。なので、メイン武器の次に上位に切り替えるなら、私は直帰がおすすめです。では次に、バックパックなんですけども、こちらは共通項目が部隊カウンターダメージで、2個目の属性が、攻撃力か防御力に、なるんですけども、これも、先ほどの、ブーツの時の攻撃防御問題同様に、どちらでも OK です。
ただ、こだわりがなければ、攻撃にすれば、まず間違いはないのかなと思います。そして、上位にした時の効果なんですけども、こちらは、先ほどの攻撃の型に加えて、非基本攻撃ダメージですね。ただ、正直言います。別にいりません。なので、ここは、貝のレジェンドか、もしくは紫で良いのかなと思います。そして次に、ボトムなんですけども、共通項目が、兵装の攻撃力。そして、2個目の属性が、攻撃力か、部隊カウンターダメージ。これになるんですけど、もうこれは、攻撃力一択です。カウンターダメージ上げても、全然意味ないので。そして上位にした時の効果なんですけども、これ、ダメージバフつくんですよ。これ、めちゃめちゃでかくて、最終的には上位にしていきたいところなんですけども、ただそれでも、メイン武器と直帰よりかは、優先度は低いので。回でも、十二分に強いですし、無理はしなくて、良いのかなと思います。また、これらの各部位について、ヘッドギア、メイン武器、直帰、ボトム。この4部位については、無駄がないんですよね。その陛下の兵装攻撃もしくは兵装防御。それに加えて、通常の攻撃か、防御。場合によっては HP ですね。それらをつけられるわけなので、あの、非基本攻撃ダメージとか、カウンターダメージとか、そこまで重要ではないステータスを、つけなくて済むので、つけなくて済むというか、上げ幅を取られなくて済むので、そのあたりを考えると、さっき、この4つの部位を、重点的に育てつつ、また、上位に切り替えていく際の順番は、まずはメイン武器。次に直帰。3番目はボトム。4番目はヘッドギア。このような順番になるのかなと思います。で、ほんと、ブーツとバックパックは上位にしなくて全然 OK です。また、装置についてなんですけど、こちらは紫でも育てればちゃんと使えるので、無理にレジェンドで揃えるというのではなくて、紫の装置も活用しつつ、まずは、各兵科1部隊ずつに、紫の装置含む、ちゃんと育てた装置を、配備するのを、目標としつつ、その中でも、最も特化させている1部隊については、4回エネルギー装置と、基地探索でコツコツ集めていったパレットやカモネット、こちらを配備していただくのが良いのかなと思います。装置については以前別の動画で、詳しく解説してまして、概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ気になる方はご視聴いただけると嬉しいなと思います。また話を、戻すんですけど、先ほどのような、各部への優先順位で、まずは育てつつ、余力ができたら、各陛下の2部隊目に取り掛かっていく感じですね。また、いらないリーダーの兵装などは、バンバン分解していきましょう。青イカは全部分解でいいですし、紫でも使わないのは分解で OK です。
結局、残しておいても、使わなかったら意味ないので。ほんとレジェンドでも、リーダー用の変装だったら、もうバンバン僕も、分解してますし、ただ、さすがに、リーダー用の並走であっても、上位のレジェンドについては、残しておくのが良いかなと思います。さすがに、これ分解しても600にしかなんないんで、もったいないですね。で、それでどんどん、分解して、この交換ショップで交換するためのかけらを集めていって、育てていきたい、レジェンドのかけらだったり、レジェンドのアラカルトボックス。あとは、エピックのアラカルトボックス。で、生成チップについては、これは無理に交換しなくても OK です。悪くはないんですけど、でもまず、ちゃんと星を上げてった方が強くなるので、結局、紫の、上限値だったり、レジェンドの、レジェンドのステータスの中でも、こんな感じで、ちょっと低めの値だったら、青のチップで全然出せるんで、無理に紫を集めていかなくても、育てることは可能なので、あくまで高みを目指すんだったら、紫のチップの数がもう結局、物を言うゲームにはなってるんですけど、まず最初の段階としては、各兵装のランクアップをした方が強くなるので、先にランクアップを重点的にやっていただいて、で、あとは、あれですね。兵装セールだったり、あとは、秘密の武器庫イベントで、スプリーブの箱だけを開けていく。そのあたりをやっていけば、ちゃんと兵装っていうのは強くなっていくので。で、あとは、バウンティーですね。こちら、活用していただいて、ステータス厳選用の青チップ。これらを集めていけば、ステータスもちゃんと揃えられるので。そうしていけば、もうちゃんと強くなっていきます。また、収集用の兵装については、ぶっちゃけ紫で十分なので、もう使わないアラカルトボックスがあれば、そちらを活用して、育てていって、青チップで収集速度アップの、ステータスに、ステータスを厳選していくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回の解説については以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？結構この並走、どうしても廃課金者の並走がやばすぎて、そこまで課金するわけじゃないし、別にそこまで意識しないで良いと思われていた方もいらっしゃると思うんですけど、どの課金帯の方であっても、ライバルと一番差がついてくるのは、この並走なので。まずは、5部隊、育てるのではなくて、3部隊を、完成させるように、していただいたり、などと、ぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。また、現在の手持ちの状態から、次どれ育成すればよいか、悩んでいるかなど、ご相談などについては、生配信などで、ご質問いただければお答えしたいと、思ってますので、ぜひお気軽に、ご質問いただければと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。